本日もご視聴いただきありがとうございます。スローキャンプです。今回は最近購入した格安オイルランタンと定番オイルランタンを紹介します。定番オイルランタンといえばピュアハンドやデイツあたりかと思いますが、私もついに買ってしまいました。 YouTube コミュニティでも紹介しましたが、最近は価格も落ち着いており、格安なオイルランタンも続々と登場し、選択肢も増えています。正確に言えば安くなったのではなく、本来の価格に戻ったというのが正しいです。しばらく品薄状態が続き、成果の倍以上のプレミア価格での取引が当たり前になっていましたが、人気のピュアハンドのジンクもこの価格で購入できるようになりました。今回購入したオイルランタンはバストランドというメーカーの格安オイルランタンとデイツのハリケーンランタン78黒金モデルを購入してみましたので、早速開封していきます。格安オイルランタンといえばキャプテンスタックや最近では亀山あたりがメジャーでしょうか。シルバーやブロンズの格安オイルランタンはよく見かけますが、バストランドは色が武骨。カラー展開はこちらのオリーブ以外にタンとブロンズ、サイズも3サイズから選択可能です。細かい部分では格安オイルランタンによくありがちな安っぽさは拭いきれないものの、とりあえずオイルランタンを試してみたいということであればファーストランタンとしてもおすすめです。これでマットな質感だったらもっと良かったのですが、ちょっと惜しいですね。続いては定番オイルランタンデイツの78黒金モデルです。これやっと成果で購入できました。楽天市場の銀の船というお店で3780円で購入しました。動画公開時点ではすでに品切れになっており購入できませんが、プレミア価格が当たり前に横行していた時期も一貫して定価で販売していた信頼できるお店です。 D78 以外のサイズであれば在庫もあるようなので、探していた方はチェックしてみてください。概要欄に銀の船の URL を貼り付けておきます。キャンプでランタンといえば大きく分けると LED、ガソリン、オイル、ガスの4種類、扱いやすさ、安全性などの点からおそらく今の主流は LED ランタンだと感じます。一方でオイルは LED に比べると光量は弱く、燃料が必要だったりメンテナンスも必要なため初心者には難しく感じられてしまいますが、全くそんなことはありません。ただはっきり言って光量はあまり期待できません。あくまで雰囲気を楽しむものという割り切りが必要です。薄暗さと炎の揺らめきがキャンプの夜には抜群のムードと癒しを演出してくれます。今回デイツとバストランドが加わり新たなコレクションが増えました。左からデイツ、バストランド、ピュアハンド、亀山です。サイズはデイツとピュアハンドが同じサイズ、バストランドの M と亀山が同じサイズです。メーカーが違っても同じ金型から製造しているのか、形はほとんど同じです。やっぱりバストランドのオリーブの色味が素敵すぎてたまりません。定番オイルランタンも細かく見ると違いはあるものの、同じ金型から製造されていると思われます。格安オイルランタンと比較すると刻印がプレスされていたりしますが、構造は同じです。燃料は灯油またはパラフィンオイルを使用します。ガソリンは使用できませんので注意してください。ただ灯油は匂いが強くすすが出やすいため、キャンプではパラフィンオイルを使用しています。パラフィンオイルは灯油に比べるとコストが高めですが、揮発性が低く引火点が高いため灯油よりも安全に使用することができます。燃料を入れるボトルはセリアのオイルボトルを使用しています。こちらは Amazon で購入したスキットル、確か600円くらいだったと思います。こちらにもパラフィンオイルを入れて運用しています。
注いだ後の液だれ注意ですが、見た目重視で選んでいたりします。ちなみにキャンプで使い切れなかったオイルをそのままにしておくと運搬時にオイルが漏れます。残ったオイルはこのようにオイルランタンを傾けてオイルボトルに戻します。まずはこのようにハンドルを持ちながらトップリングを指で引っ掛けて上側に引っ張ります。するとホヤ部分の上に隙間ができるので、そのままホヤを後ろに倒します。バーナーを覆っている金属製のカバーを回してバーナーを取り外します。火力調整つまみを回すことで芯が出たり入ったりしているのが分かります。ハサミを使って芯の角をカットし先端を整えます。こうすることで炎の見栄えを良くします。結局燃えてしまう部分なので適当でも構いません。逆の手順で本体にバーナーを取り付けホヤを元の位置に戻します。オイルキャップを外してオイルを注ぎます。目安として 500ml のパラフィンオイルで約24時間の燃焼が可能です。デイツのタンク容量は 340ml なので1泊のキャンプであれば継ぎ足しなしで賄うことができます。このまますぐにランタンに火を灯したいところですが、芯にオイルが染み込むまで待ちます。だいたい1時間くらい。その間にオイルランタンを入れる収納ケースをいくつか紹介します。こちらワットノットのマルチ収納ケースのワイドタイプ。通常は横にして使用するソフトケースです。オイルランタンのホヤはガラスなので運搬時のケースは必須です。オイルランタンを横にして収納する場合は中のオイルを空にしてから収納しましょう。ランタンを収納しない場合はコンテナ使いもできる仕切り付き万能ケースです。ポケットも充実しているのでオイルボトルを一緒にしまうこともできます。もう一つ紹介しちゃいます。こちらはダイソーの収納ボックス。以前に別の動画でも紹介しましたが、これがちょうどよくフィットします。ダイソーの割にはクッションも厚みがあって中に入れたランタンを保護してくれます。ポケットは前面と蓋裏に2箇所あり小物を収納可能です。側面には持ち手があるので片手で持ち運ぶことができます。デイツやフィアハンドは少し背が高いのでちょっとというかかなりきつめ。ただ最近ダイソーで見かけないので廃盤になっていたらごめんなさい。I watch you as you drive. Do you know I'm looking?